一木島姫の意志だろう。多月姫ではなく十条との同化を望んだ。そして十条は多月姫を退けるほどの力を得た。日和ちゃん、詳しいことは後で聞くよ。だからみんなのところに帰ろう。来るな！カナミ、ダメ！来ないでくれ。どうして？今も一瞬ごとにカナミ、お前を何度も何度も切り刻んでいる光景が見えている。流眼による未来史だ。お前の中の一木島姫が可能性の未来を予測し見せているんだ。日和ちゃん、苦しいの？来る、構えて、カナミ！日和ちゃん！日和ちゃん、大丈夫？朝倉、お前たちは戻ってこのことをサナに報告しろ。そして多月姫の次の襲撃に備えろと。でも日和ちゃんが。私が追う。お前が言ったところで何もできない。今十条が必要としているのは荒玉の制御の仕方だ。私ならそれを教えることができる。いいな？お前たちは少し休め。私は平気です。日和ちゃんの捜索に加えてください。ダメだ。休息をとって万全な状態を保っておけ。お前たちは欠かせない戦力だ。多月姫は一木島姫と融合した日和ちゃんを狙います。日和ちゃんを守らないと。カナミちゃん、自分以外は信じられないか？そういうわけじゃ。らしくありませんよ、カナミ。一度気持ちを落ち着ける意味でも少し休みましょう。ボス戦の前には回復しとくものだね。十条の捜索はこちらに任せろ。局長も後を追ったのだろ。はい。とにかく今は休め。これは命令だ。ああ、そうだ。元親衛隊日和を探すのを手伝ってくれたことには礼を言う。でもそれでお前たちがモクサにやったことが許されると思うなよ。特にそこのちっこいの。そっちだってそんなに身長変わんないじゃん。モクサにはまだ夢っちを許していない人がいることは忘れないでください。別に許してくれなくていいもん。やめないか。休息を取り勝手な行動は慎むように。任せたぞ、柳瀬。はい。本部長、お前たちも休め。状況が状況だ。お前たちにも頼らざるを得ん。ヨミは未だ見つかりませんか？今のところ報告はない。いかにヨミさんとはいえ、あの傷で無事とは思えませんわ。さつきヨミは尋常ではない量の荒玉を摂取している。できれば救ってやりたい
多吉姫の支配下にあると考えるべきだろう。いえ、そうとも言い切れませんが、彼女何か強い覚悟のようなものをお持ちでした。あれは誰のものでもないヨミさんご自身の意志としか思えません。そうまでして戦う理由は？そこまでは。大丈夫だって。多吉姫は私がやっつける。ヨミお姉さんも助けてみせる。それは頼もしいな。4人揃って親衛隊。ヨミお姉さんだけ仲間外れになんてしない。そうだな、その通りだ、姫。これから私たちはどうすればいいんでしょう。そうですね。情報共有も兼ねて一度現状を整理しましょう。現在行方の知れない十条日和と折紙ゆかり様は特裁隊と自衛隊が全力で捜索に当たっています。多吉姫を倒すために十条さんは一木島姫と同化したのよね。すごかった。あんなに強くなるなんてびっくりだよ。早すぎて全然動きを目で追えなかった。花見とゆかり様がいなかったら私は。ただでさえ手だれのあいつが大荒玉と同化か。この目で見てみたかったぜ。でも十条さんのことも気になるけど、大荒玉を倒せるお刀も探さないとね。瀬戸内知恵の言う通りです。それが調査隊本来の任務ですし、おろそかにはできません。だけどよ、そんな都合のいいもんが本当に2本も3本もあるのか？ナムヤクシ影蜜を探すのだって苦労したもんね。今回はあるのかどうかもわからないし、確かに雲をつかむような話だわ。大荒玉を討伐できるお刀はまだ存在するのか。その手がかりから探さないといけない状況ですね。もっとも私たちの今後は上の決定次第。どのような命令が下ろうと与えられた任務を全うするだけです。まあ私は荒玉ちゃんと遊べればなんだっていいんだけどな。瀬戸内知恵、これからも親衛隊と作戦を共にすることもあるでしょう。大丈夫ですか？もう心配しないで。燕九郎さんの実力は理解しているつもり。その必要性も任務である以上協力しないとね。そうですか。ゆいと花も助けなきゃ。任務も大切だけど。もちろん忘れてはいません。2人の救出は私としても望むところです。機会を伺って必ず。問題は2人の洗脳を解くことができるかどうかね。相当強力な洗脳みたいだったから。そんなもんとっ捕まえてから考えりゃいいじゃねえか。戻ってきてくれればきっとなんとかなるよ。なせばなる。では命令が下るまで各自待機。十分休息を取るように。ただし引き続き荒玉討伐も私たちの任務に含まれます。緊急招集がかかる可能性もあるので気を緩めないでください。キトラ、少しいいか？はい、何でしょう？これを持っていけ。アンプル？これは一体？近隣に荒玉出現。各は直ちにこれを迎撃せよ。繰り返す。申し訳ありません。話の途中ですが荒玉討伐に向かいます。ああ、検討を終える。なんだもう終わりか。こっちは全然遊び足りねえぞ。
コフキちゃんは元気ね。急な任務で呼び出されてお姉さんはクタクタよ。私も。任務完了です。各自速やかに撤収。さあみんな帰ろう。帰ってご飯いっぱい食べなきゃ。宗楽学長からいただいたアンプル。何のためのアンプルなのか聞きそびれてしまったままでしたね。宗楽学長もお忙しい身、機会があればいいのですが。折り紙ゆかり、苦しいか。皮肉だな。かつて荒玉に取りつかれたお前とお前を切ろうとした私。今は私が荒玉だ。こうなった以上、十条、お前がタギツ姫を撃て。元よりそのつもりだ。止まれ！それ以上私に近づくな。今未来市で何度私を切った。様々な打ち合いの末、ありとあらゆるやり方で私を切り伏せたのだろう。もっともそれでお前の中にある私への憎しみが晴れるとは思えんが。荒玉に飲まれるな。自分を強く持て。聞け、十条日和。お前にはかがりから受け継いだ柊の力がある。それは我が折り紙の力と限りなく同じものだ。何のことだ。荒玉を鎮めるのが折り紙、払うのがお前たち柊の家系だ。折り紙と柊はいわば表と裏のような関係なのだ。都市の中でも特別荒玉と近しいものの家系。お前と一木島姫が融合できたのもその力ゆえだろう。なぜだ。同じというならなぜ折り紙ではなく柊のものだけが、母だけがその身を捧げて荒玉を鎮めなくてはならない。不条理だ。納得できない。なのにくそ、一木島姫を返して分かってしまう。お前はそんな不条理な役目から母を解放したいと本心から願っていた。私とかなみの母を救うためタギツ姫にその身を捧げ、だったら誰も悪くないのなら、この私の怒りは、母さんの無念はどこに。タギツ姫を撃て。倒しその身に取り込んでお前が勾神となれ。私が勾神に。そうすればあとは私が全てを終わらせる。かなみ、すぐに寝ちゃった。やっぱり疲れてたんだね。でも、寝顔はなんだか楽しそう。いい夢でも見てるみたい。はい、7対3で私の勝ち。やっぱり強いな、師匠。
カナミもなかなかのもんだけどね。この私から3本も取るとは。で、今度は何に悩んでんの？日和ちゃんが荒玉と。私、すぐそばにいたのに止められなかった。日和ちゃん、出撃前から少し変だったんだ。きっと、いよいよの時は自分が何とかしなくちゃって思ってたんだよ。まあ、なっちゃったものはしょうがない。カナミのせいじゃないよ。カナミは優しいね。優しいし、友達思いだけど、冷たくて自分本位。それって、矛盾してない？してるよ。でも剣術の世界はそういうものでしょ。剣もやるからには強くなりたい、極めたい。でも相手を倒してみんなやっつけちゃったら、行き着く先にあるのは孤独。剣術なんて相手あってのものなのにね。実際カナミは強くなっちゃって、向こうじゃもう相手がいない。だからいつも寂しそう。でもそれでいいんだよ。そういう悩みはあってしかるべき。お刀なんて物騒なもの手にしてるんだし、そのくらいは考えなくちゃ。大事なのは優しくて友達思いって部分だよ。間違いなくカナミはいい子。親はよっぽど立派な人だったんだね。自分でしょ？だから私じゃないってば。強いて言うなら未来の私？とっても立派なお母さんだったよ。だろうね。だって私だし。そういうとこまんまお母さんだよ。なんでだろう。なんか元気が出てきた。よし、絶対日和ちゃんを連れて帰ろう。全員揃ってね。日和ちゃんの行方は分かったんですか？捜索隊からの報告は未だない。お前たちも部隊を編成し捜索に当たれ。指揮は柳瀬だ。はい。今のヒヨヨンならスペクトラムファインダーか、もしくはネネにも見つけることができますね。そんじゃ行くとするか。日和ちゃん、待っててね。マニュア本部長、お呼びでしょうか？ああ、新しい指令だ。お前たち調査隊にも目下行方不明の十条日和の捜索に当たってもらう。承知しました。よかった。ユイたちもだけど十条さんのことも心配だもん。放っておけないよね。大わら玉と同化してあいつに会えるかもしれねえのか。そいつは楽しみだ。コッキーちゃん、分かってるっつうの。捜索任務だってんだろ。手出したりしねえって。本当かな。荒玉のことを見ると目の色変わるからちょっと心配。大丈夫だって。信用ないな。十条の捜索には親衛隊や衛兵たちも向かっている。必要なら協力し任務に当たる。はい。ではこれより調査隊は何事だ？だそうだ。すまないがお前たち、まずは荒玉討伐に向かってくれるか？もちろん行くに決まってんだろ。私の荒玉ちゃんを横取りされてたまるかよ。討伐任務後はそのまま十条の捜索に向かう。帰還の必要はない。承知しました。これより荒玉討伐に向かいます。よっしゃー、待ってるよ。
愛しの荒玉ちゃん。カオルのやつもそれぐらいやる気を見せてくれればいいんだよな。よーし、討伐完了。でも本番はこれからだろ。今の十条日和はタギツ姫を倒し得る存在。一刻も早く確保する必要があります。そうね、タギツ姫も十条さんのことを放っておくとは思えないし、手遅れになる前に探し出さないと。みんな早く行こう。かろうじて制御できるようになったか。来たか。では最後の戦いを始めようぞ。前にね、羽島学長が言ってた。かなみちゃんと日和ちゃんを見ていると、二人のお母さん、湊さんとかがりさんを思い出すって。お母さん？ああ、そっか。自分じゃわかんないけど、日和ちゃんもやっぱりお母さんに似てるのかな。似てるんじゃないかな。学長はそんな二人をずっとそばで見てたんだって。確かうちのお母さんと同級生で、大きい。きっと日和ちゃんだよ。ほう、雷をまとったばかりか、速さと重さも格段に増している。奴と融合し、大きく能力を底上げしたようだが、よもやその程度で我を倒せるとは思うまいな。お前が得たのは一木島姫の力のみ。対して我はたきり姫を吸収し、倍の力を手にしている。惑わされるな十条。今のお前はタギツ姫よりも強い。ざれ言を。荒玉同士の結合など足し算に過ぎる。ノロの総量で言えば半年前にさえ及ばん。抜け殻がせいぜいその場で吠えているがよい。だがトジと荒玉の融合は蒸散だ。ある種の化学反応を引き起こす。ましてや十条、お前には母から受け継いだ特別な資質がある。タギツ姫はお前を恐れている。我は神ぞ。魔が神だ。神は不滅だ。概念としての神は不滅かもしれん。だが実体を持ったお前は生命を模しただけのただの荒玉に過ぎる。荒玉を切って払え十条。なるほど、早い。しかしそれだけの力、生身で扱うのはつらかろう。龍眼による未来史だが、未来史同士では互いに手を読み合って千日手になる。力の全てを攻撃に回せ。おのれ。木枯
ガラス丸の刃は致命傷だ。ゆかり貴様、抜け殻だと思い見逃してやっていたが目障りだ。死ね。貴様、まだ写しを。見事だ十条。それこそが一木島姫が思い描いた人と荒玉の共生の形。お前はそれを体現してみせた。何か。十条が多吉姫を打ち倒した。そして全てをその身で受け止め、十条は魔が神となった。何この感じ。ああ、様子がおかしい。あれ、日和ちゃんなの？かなみ、気をつけてください。かなみ。スペクトラムファインダーに反応ありません。たく、日和のやつどこにいやがるんだ？一木島姫と同化した十条日和の反応は波の荒玉とは比較にならないはず。それが検出されないということは相当距離があるのでしょう。やれやれ、まだ歩かされるのかよ。なんでよりにもよってこんな山ん中なんだ？いや、そもそもまだこの辺りにいるのか？もうどこかに行っちまったんじゃねえのか？その可能性もなくはないけど、何の情報もない以上足で探すしかないわね。結局それか。でも十条さんの気持ちを考えたら早く見つけてあげなきゃ。あん？かなみじゃなくて日和のか？だって一木島姫と同化しただけでも大変なのに制御ができないって。友達を傷つけちゃうかもって怖いんじゃないかな。自分の力が暴れ出したらって心細いんじゃないかな。不安に押しつぶされそうなんじゃないかな。誰も傷つけたくないけどそばに誰かいてほしいって私ならきっと思うもの。だから十条さんは早く見つけてあげたいの。清香ちゃん、大丈夫、きっとすぐに見つかるよ。感じるんだ、もうすぐ会えるって。私の勘を信じてよ。スペクトラムファインダーに反応が出ました。こっちに向かってきています。ほらね、私の顔も当たるでしょ。あれ、十条さんじゃない。全然当てにならねえ勘だな。急いでる時に限って出てくるのよね。せっかく私らに会いに来てくれたんだ。邪険にするなよ。歓迎するぜ、荒玉ちゃん。各自戦闘用意。今ので最後のようね。じゃあ気を取り直して十条さんを探そう。待て、本部からの着信だ。各自しばらく待機。キトラです。はいはいはい、わかりました。直ちに合流します。なんだって？十条日和が見つかったそうです。私たちも現場へ急行しましょう。見つかったんだ、十条さん。よかった。日和ちゃん、
自我を保てるか十条。お前がそれを抑え込めればこれで終わりだ。できそうにないのなら私と共に隔離の果てに行こう。ゆかり様。それもいいな。日和ちゃん。なるほど、全てを終わらせるとはそういうことか。あなたと私は裏と表、以前とはまるで逆の立場じゃないか。今度はあなたがその命を捨てて私ごと隔離に落ちようというのか。お前がそれを抑えられるのならそれでいい。それが簡単ではないことよく知っているからな。私には20年しか抑えられなかった。だがお前ならあるいはこの状態を20年、私には無理そうだ。そうか。だがあなたの手を借りるまでもない。私自ら。日和ちゃん。ひよよ。帰ろう日和。おい、無茶を承知で言うぞ。耐えろ。今にも決壊しそうなんだ。これが外に溢れ出たら20年前の、いやそれ以上の災いが。ねえ、今の日和ちゃん強い？かなみちゃん？強いよね。だってタギツ姫を倒しちゃうほどだもん。ねえ、御前試合の決勝の続き今お願いしていいかな。バカかお前。カナミ、いくらなんでも。空気読めなさすぎかな。でもこんな強い日和ちゃんと試合できるのは今しかないと思って。かなみ。だってもういなくなっちゃうんでしょ。カナミ。本当のこと言うね。私あれからかなり強くなっちゃって、全力出したら日和ちゃんに一方的に勝っちゃう気がしてたんだ。魔が神となった私でようやく対等だと。それはわかんないけど。カナミ、もういいです。本気で怒りますよ。全力のお前が見られるんだな。うん、全力出すよ。ちょっと待ってください。二人ともおかしいです。こいつはもともとこういうやつだ。優しい反面冷たくて自分本位。ああ。あれ、これって日和ちゃんに言われたんだっけ？卑怯だと思うな。思わないよ。それを使えるのも日和ちゃんの才能だもの。私とはやり方が違うだけ。バカな。全力を出したカナミの剣の前に私はことごとく。龍眼で見てようやく理解できる。衛藤の剣は天地人の山菜を正確に読み取り、瞬時に戦いを組み立てる。鎌倉の夜にその片鱗を開花させ、今やその極地に達しようとしている。これは。それが衛藤にとっての一つの太刀なのかもしれん。雷をぶった切りやがった。バカな。魔が神の力をもってしても。そんな簡単に諦めて
荒玉ごと隔離用の果てに送られるつもりなんだ。かなみ。させない。そんなの絶対にさせないから。一人で抑えきれないなら全部出しちゃえばいいよ。私が切ってあげる。全部切ってあげるから。半分持ってあげるって言ったでしょ。もっと信頼して預けてよ。タギツ姫、どうして？測っていたのは貴様だけではないぞ、ゆかり。さあ、我と一つになれ。ヒヨヨンとタギツ姫が同化した。日和ちゃん。